今回はホンダ F1 の第2期の話をしたいと思います。多くの勝利とコンストラクターズタイトルも獲得した大成功と言っていいホンダの F1 第2期なんですけども、どうしてそんなに成功できたのかというのを技術的な内容というよりもどういう組織運営をしてたのかっていうのを紹介したいと思います。今回のインタビューは当時のホンダ総監督の櫻井義俊さんです。第2期の前半って言えばいいですかね。総監督を務めてた櫻井義俊さんですけども、他の動画でも触れましたけども、もうお亡くなりになってしまいました。私の印象だととてもタフな方で、まだまだ元気でいてくれるのかななんて思ってたんですけども、残念ながらお亡くなりになってしまったということで、貴重な過去のインタビューを紹介したいと思います。これも前回作った中島選手の動画と同じ1992年のインタビューです。櫻井監督が F1 の現場にやってきたところから話をしてくれてます。ちょうどタグポルシェのターボエンジンが圧倒的に強い時期で、復帰間もないホンダは当然のことながら苦戦を強いられていた。我々はまだまだ馬力が足りなかったし、またそれを無理に上げようとすればどこか壊れたり燃費が悪くなったりする。ホンダのターボエンジンも最初は苦戦をしてました。パワーも足りないし、パワーを上げようとすると壊れると。で、燃費も悪いと。八方塞がりというか、エンジンの何か強み一つだけでもあればいいんですけど、それもまだないという状態だったんですね。当時はまだどこが良くないかすらはっきりつかめていなかったわけです。結果としてホンダは短期間でタイトルを獲得するまでに至るわけだけど、その理由の一つにはライバルではなく理想を追い求めたことがあると思います。やはりエンジンの何が悪いのか具体的につかめていなかったんですね。だけどここから挽回してホンダはチャンピオンエンジンになっていくわけですけど、その理由の一つにライバルでなく理想を追い求めたことって言ってますね。目標をライバルを倒すことにしたんじゃなくて、技術的な理想を追いかけるというか、こんなエンジンができれば強いという理想の形を求めたっていうことでしょうかね。ほとんどのチームは BMW はこのくらい馬力が出ているだとか、ポルシェはこうやっているだとか、そこを目標に置いてしまいがちなんですよ。ところがそのやり方だと追いつくことはできても追い越すことはできないんですね。他のエンジンメーカーの馬力だとか、他のエンジンメーカーのやり方を真似るというか、そこに追いつこうとする。確かにそういう風に設定しがちな気はします。だけど、そのやり方だと追い越すことはできないって言ってます。自分たちで何かアイデンティティを持った技術的な挑戦をしてライバルを凌駕しないと勝てないって言ってるんでしょう。でもこれとっても納得できるんですね。っていうのは、前バイクの動画作った時にちょっと紹介したんですけども、原田哲也選手が乗ったアプリリアの250のエンジンはロータリーディスクバルブなんですけども、日本のエンジンメーカーが使ってない技術で日本のエンジンメーカーを凌駕しようとした。日本のバイクメーカーのエンジンを参考にはしなかったって言ってたんですね。なのでそれを思い出して私は櫻井さんのこの発言に非常に納得したんですね。やっぱり強力なライバルを追い越すにはそもそもその発想が必要なんだなということです。例えば僕たちは燃料と空気の割合を原理的に理想とされる理論混合空燃費近辺でエンジンを回すようにすることを大目標としたのです。これは当時レーシングエンジンでは不可能とされていたことなんです。しかし僕たちは諦めずにエンジンの知能化など様々な新技術を生み出しながらその理想状態に向かって進んでいったのです。櫻井さんが言ってた理想を追い求めるっていう話とライバルの真似をするんじゃないっていう、じゃあその具体的なターゲットは何なのかっていうと、ここで言ってるターボエンジンを理論混合空燃費で回す、エンジンを燃やすってことですね。まあ当たり前の話ですが、ターボエンジンっていうのはエンジンの中に空気の圧力をかけて本来エンジンが吸い込める以上の空気を送り込むわけですよね。でそれに見合ったガソリンを噴射するわけですけど、エンジンに入ってくるその空気、その圧力ブーストがもちろん回転数によって目まぐるしく変わるので、燃料の噴射量もどんどん変わるわけなので、それをこの時代に全ての回転で燃料噴射量をきっちり合わせるっていうのがもう至難の技だったわけですよ。それがうまくできないんでパワーを上げれば壊れてしまうし、この当時の乗用車で言えば
ターボエンジンっていうのは制御がラフなもんだからめちゃくちゃガソリン食ったわけですよね。制御がラフなんでどうしたかっていうと、燃料を濃くエンジンに吹き込むわけですよね。濃い分にはエンジンはブローしないので。なので、ある種それが当たり前の時代だった。だけど、ホンダはどうやったら理論混合空燃費でエンジンを燃やせるか、何をすればいいかってことを考えたわけですね。それがエンジンの知能化、新技術って言ってますけど、具体的に言えばテレメトリシステムだったり、今写真に出てるターボエンジンはディストリビューターで点火してますけど、これをダイレクトイグニッションにして回転数によって適正な点火タイミングを取れるようにしたりだとか、どうすればその理想のエンジンを実現できるか、それには何が必要かってことをどんどん考えて作っていったっていうことですよね。まずこれが技術的な目標の設定の仕方と、その目標に対する実現の仕方と言えばいいんですかね。これが第2期成功したまず一つ目の大きな要因だと思います。さらにもう一つは F1 ドライバーですら知り得なかったマシンで起きている事実を誰もが知ることができるようにしたということがあります。具体的にはテレメトリーシステムの導入ですね。ここから桜井さんが語ってくれてるのはテレメトリーシステムの二次的な副産物と言えばいいんですかね。ただ単にエンジンを制御するってことじゃなくて、そのデータが見れることによってこういう効果が出てきたっていうことを言ってます。チームスタッフ全員が同じ事実情報を知ることができて、それをもとに自由に自分の意見を述べることができる。次々とアイディアが出て、切れ目なしにより高い技術が生み出されていくようになったのです。エンジンの状態、車の状態、それがデータによって丸裸になって、全ての技術者がそれを見ることができたので、自由に意見を出すことができたと。で、いろんな人がそのデータを見るから、いろんなアイディアが出てくると。それによって、切れ目なくより高い技術が生み出されたって言ってます。これ読んで私は、なるほどと思いました。テレメトリーってエンジンの燃焼状態とか排気温度とか、そういうことだけを見てるものだって思い込んでたんですけど、そうじゃなくて、その走行データからいろんな技術者たちが自分なりに分析をして、次はこうしようああしようって意見を出すようになれたってことですよね。確かにこれは素晴らしいですね。もともとは F1 というのはヨーロッパ文化ですから、チームの構成には多分に階級制度的なものがあります。若いメカニックがチーフデザイナーに対して意見を言うことなどありえないというような成り立ち方ですね。ホンダでは意見を出し合ったって話でしたけど、F1 世界のそもそもの構造としては、チームの構成には階級制度的なものがある。確かにそうですね。ここで桜井さんが言ってる通り、チーフデザイナーに対して若いメカニックが、この車は良くないとか、次のマシンはこうしようなんて、そんなことは絶対言わないというか言えないわけですね。それが当たり前というか、それぞれ自分がそういう立場だという意識して働いているので、そういうことは起きないっていうことでしょうね。例えて言うと、若き日の津川さんが、その当時ベネトンにいたロリー・バーンに対して、次の車はこうしようよ、なんて会話はしないわけですよね。それが F1 では当たり前の世界だと。日本にも年功序列というのがありますけど、少なくともホンダは違った。本田宗一郎氏の言葉に、事実は権力よりも強しという名言があるんです。良いエンジンや車を作っていく上で階級や上下関係など邪魔なものでしかない。自由に自分の考えを述べられる環境がなければ技術は高まっていかないというわけです。なるほど。ホンダという会社は特にこういう文化なんですね。立場関係なく技術的な事実の方が上回るので、どんな人でもそれに基づいて発言ができると。それによっていいエンジンや車ができるっていう考えなんですね。これは桜井さんが言ってる通り、本田宗一郎さんがそもそもそういう考えなんでしょうし、本田宗一郎さんに鍛えられた、この当時いた幹部というか会社の偉い人たちにその考えが浸透してたんでしょうね。なので桜井さんもその考えを受け継いでいるし、立場が関係なく技術的な発言ができるという環境が出来上がってたんでしょうね。私ホンダで働いたことがないので、今現在のホンダがどういう会社なのかというのは全然わからないですけれども、
一般的に日本の会社を考えて、こういう風土の会社は、皆無に等しいでしょうね。誰が責任取んだとか、お前は生意気だとかね。ごめんなさい。F1 とは関係ない話ですけど。でも何しろ、ホンダにはこういう素晴らしい風土があったと。それによってエンジンの改良は進んでいったと。納得できますよね。一番最初の話で、ターボエンジンがまだうまくいってない時に、何が悪いのかすら分かんなかった。だけどそっから短期間で最高のターボエンジンになっていったわけですから、それは一部の人が秘密の技術みたいなものを持ってて、それでエンジンを作ってうまくいったって、そんなことはあるわけないですよね。ホンダの中で、ああでもない、こうでもないっていうことを短期間にどんどんやっていって、いいエンジンを作っていった。確かにそうであれば短期間ですごいエンジンが出来上がるのかもしれないなって思います。こうした高い理想の設定と事実情報の共有化という2つの考え方は現実に僕が推進したのだけれども、その大元はホンダという会社のあり方がそうだし、つまりは本田宗一郎氏という人物の考え方そのものなんですね。やっぱりそうなんですね。高い理想を設定する、事実情報を共有化する。桜井さんが推進したんだけど、もともとホンダがそういう会社だと。で、ホンダを作った本田宗一郎さんがそういう考え方だと。本当に素晴らしいですね。人間として器が大きいというか、あとは他人に責任をなすりつけないと言えばいいんですかね。そういう環境があってこそ、技術者たちがのびのびと自分の意見を言って、新しい技術に挑戦できたっていうことでしょう。なので、これがホンダの第2期が大成功した大きな要因の2つ、技術的な内容そのものというよりも、どのようなマインドでホンダは取り組んでいたのか、メンバーたちがどんなことを考えて取り組んでいたのか、技術者としてハイレベルな意見をお互いに出し合ってどんどん進化することができたっていうことですよね。具体的なテレメトリーの話とかはまた、次の動画になるかなで、少し触れたいなとは思っております。今回の動画はここまでです。はい、毎日寒いですね、いつもご視聴ありがとうございます。コメントも忘れずいつもくれる人本当にありがとうございます。高評価もありがとうございます。とにかく継続して頑張りますのでよろしくお願いします。